こちらは他の動画でも紹介している夜のサバンナの衝撃映像です。ヌーを倒したライオンの周りにたくさんのブチハイエナが押し寄せ、なんと百獣の王ライオンを蹴散らし、その獲物を奪い取ったのです。これを見る限りハイエナはやりたい放題、獰猛で貪欲、ずるくて憎らしいサバンナの嫌われ者に思えます。しかしそれが全てなのでしょうか。撮影場所はケニア南西部に位置するマサイマラ。ハイエナは夜行性の動物。昼間は茂みに隠れて過ごすことが多く、あまり人目につきません。でも何しろ暑さが苦手なので、カンカン照りの時にはこんな風に水たまりにどっぷり浸かって昼寝をする姿を見かけます。30頭から80頭という大きな群れを作ることもあるハイエナですが、昼間の行動はバラバラ。それぞれがお気に入りの場所でのんびり過ごします。それにしても気持ちよさそう。ライオンを脅したあの夜と同じ動物とは思えません。草原をうろつくヒヒ。時折ハイエナの子供を襲って食べてしまう怖い存在です。ヤマネコの一種カラカルも親のいない隙に子供を狙おうとします。地面にぽっかり開いた穴、実はこれがハイエナの巣穴です。といってもハイエナ自身が掘ったものではありません。アリクイに似たツチブタという動物がシロアリを食べるために掘ったトンネルを再利用しているんです。先ほどのような捕食者たちから身を守るため、ハイエナの子供たちはこの巣穴の中に隠れています。穴は狭い上に深く、いくつもの小部屋に枝分かれしています。そんな光も全く届かない真っ暗な小部屋で、ハイエナの子供たちはじっとしています。生後8ヶ月くらいまで子供たちはほとんどの時間をここで過ごすのです。だいぶ日も傾いてきた頃、巣穴から子供が元気よく飛び出してきました。草原に響き渡るハイエナ独特の遠吠え。この声で10キロ近く離れたところからお母さんの帰りがわかるのです。お母さんの姿を見つけるや、早速おっぱいをもらう子供たち。サバンナの夕暮れ、母と子は満ち足りたひとときを共にします。ところが群れの一員ではあっても、オスのハイエナは巣穴に近づくことを許されません。オスの接近に気づくと、メスはこの威嚇の声を出して追い払ってしまうのです。とはいうものの、ハイエナのオスとメスを外見で見分けるのはとても難しいこと。今おしっこをしているこのハイエナはメス。オスの生殖器のようなものがありますが、よく見るとおっぱいが大きく膨らんでいます。メスのこの部分は一頭ずつ異なる匂いを発する器官として発達したものです。これを使ってお互いの匂いを嗅ぎ、上下関係を確認し合います。ハイエナの社会は順位制。順位の高いものは尻尾を上げて自分の優位をアピール。逆に順位の低いものは尻尾を丸めて退散します。つまり今の場合、
この子の方が順位は上。でも大人より子供が上位だなんて、一体どんな風に順位を決めているのでしょうか。ブチハイエナはオスよりメスの方が体が大きく、群れは代々メスを中心にメスの家系で営まれます。そして順位は世襲制、生まれつき決まっているんです。例えば第1位のメスにオスとメス1頭ずつ子供が生まれた場合、オスの子供が順位を持たないのに対して、メスの子供はいきなり第2位の座につきます。2頭ともメスの場合は体の大きい方が上位。そして第1位のメスが死ぬと、第2位だった娘が母の座を継ぎ第1位となります。これは強い遺伝子を確実に伝える方法といえます。それに生まれつき順位が決まっていれば、順位をめぐって争うこともありません。それぞれが自分の立場をわきまえているので、群れの中はとても平和なんです。ハイエナの活動が活発になる夜を迎えても、巣穴の周辺は相変わらず穏やかでした。キリッと胸を張って群れを見渡しているのが、この群れの第1位のメス。彼女の2頭の娘たち、群れのナンバー2とナンバー3は特別にヌーの骨をもらっておやつにしていました。そこへ順位の低いメスが通りかかると、第1位のメスはドスの効いた声で脅します。順位の低いメスは甲高く笑うような声で子供たちのおやつを邪魔した無礼を詫びます。女王一家の絶大なる権力がうかがえる一場面でした。他の子供たちは何やら不思議な遊びに興じています。寄ってたかって地面でのたうち回っていると思ったら、マングースの死体に自分の体をこすりつけていたのです。なんだかうっとりした様子。マングースには独特の強い匂いがあり、匂いに敏感なハイエナたちにはそれがたまらなく魅力。香水代わりに体につけて楽しみます。今度は私の番とばかりに一頭がマングースをくわえて駆け出すと、他の子供たちが慌てて追いかけ、たちまち大運動会となりました。こういう子供たちの遊びは狩りの良い練習なのだそうです。ハイエナは横取りや拾い食いが専門ではありません。実際には 80% 以上の食べ物を狩りで仕留めて手に入れているんです。真夜中過ぎ、再び草原にハイエナの遠吠えが響き渡ります。これを合図に子供たちは巣穴に戻っていきました。いよいよ狩りが始まるのです。獲物はオグロヌー。大群の真ん中を突っ切るようにハイエナたちはゆっくりと走り出します。すぐ脇にいるヌーには目もくれず、逃げる者だけを追いかけるのがハイエナ流。体を上下に振り子の原理で走る省エネ走法は長距離に向いています。次第にスピードを上げるヌー。おそらく時速40キロは出ているでしょうか。しかしハイエナも負けていません。このスピードを維持したまま5キロ以上走ることができるのです。長く追い続けていれば必ず脱落者が出ます。その一頭こそハイエナの標的。ヌーが転ぶのとハイエナが後ろ足に噛みつくのはほぼ同時でした。次の瞬間にはわらわらと10頭ほどが群がり、まだ生きているヌーの体を引きちぎっていきます。残酷としか言いようのないハイエナたちの食事。しかし間もなく不思議なことが起こりました。
突然蜘蛛の子を散らすように獲物から離れたハイエナたち。ほどなく何事もなかったように舞い戻ると、再びみんなで獲物を取り囲みガツガツと食べ始めました。ところがまたです。耳を澄ますとかすかに不気味なうなり声が聞こえてきました。ハイエナたちが怯える声の主、それは若いオスライオンでした。体が大きすぎて狩りが苦手な上に、まだ自分のプライドを持たずメスに頼ることもできないので、ハイエナを脅して獲物を取り上げようとしていたのです。取るか取られるかは数で決まります。この時はハイエナの数が多かったので、さすがに横取りは無理とライオンが引き下がりました。大きな群れを作ることで百獣の王さえ退かせるハイエナ。ところが群れの結束がものを言うこんな時でさえ、順位の低い者たちはお預けを食らっていました。ごちそうを食べる順番は順位の通り、群れの掟は厳しいのです。それでも順位の低いものが食いっぱぐれる心配はありません。骨まで砕いて食べるハイエナはほんの10分ほどでヌーの体をバラバラにしてしまいます。そうなれば順位の低い者たちもそれなりの分け前にありつけるのです。何でも消化してしまう強靭な胃袋のおかげで、ハイエナはライオンの10分の1から20分の1の獲物で満腹になれるといいます。普通は夜明けとともに巣穴を離れるハイエナたちが、次の朝は遅くまでまどろんでいました。きっとまだお腹がいっぱいで動きたくないのでしょう。お母さんがいるので子供たちも安心。めったに味わうことのない爽やかな光と風を今日はゆっくり楽しみます。巣穴の周りには夕べの宴会の跡が盛大に散らかっていました。しかしこれらのひづめや骨はハイエナたちにとって残飯ではなくて非常食なんです。こうした顎の骨にしてもカルシウムが豊富な上に、中にはとても栄養価が高い髄が詰まっています。ハイエナはそれを丸ごと消化できるので、獲物が少ない時期にはこういうものを食べて1ヶ月近くもしのぎます。他の動物には真似できません。ハイエナを見かけて獲物を横取りする泥棒だなんて決めつけることはもうしないでください。ちょっと変わったところもありますが、自分たちの力でたくましく、そしてとてもつつましく、厳しい自然界を懸命に生きている動物、それが本当のハイエナの素顔なのです。